こんにちは。今日はですね、札幌一番塩ラーメンを夏っぽいピリ辛のね、担々っぽいアレンジにしていこうと思っております。大体具材はね、ひき肉とナスなんですけど、ナスなんとなくこんな感じで細長く切っております。なんとなくです。で、これ火を入れていくうちにだんだんこのナスがね、ほぐれてきて、まあまあいい感じになるのでね、こんな感じでいいかなと思います。で、中華鍋をしっかり熱して、で豚ひき肉入れて、これゆっくり炒めていきます。これ中華パンなんですけど、一応こじらせキッチンツールズの今まで28センチの中華パンがあったんですけど、23センチの中華パン新しく出しました。これですね、塩ラーメンを作っていきます。この23センチの中華パンが、これね、これがですね、1人分とか2人分作るのにちょうどいい、結構いいサイズのやつが出来上がりましたんで、もうすぐ販売いたします。で、甜麺醤ね、この豚のひき肉から出てくる油が透明になったら甜麺醤入れます。これ透明にならない、ちょっと白濁したうちに入れちゃうと、ナスとか入れちゃうと豚のちょっと臭みがあるんでね、必ず透明になってからナスを入れましょう。で、甜麺醤を絡めていくっていうね。甜麺醤はちょっとね、このなんていうの、粘度が高いので、うまいことちゃんとまんべんなく絡めていきます。で、絡まったなと思ったら豆板醤、絡まったんだなと思ったら豆板醤を入れて、であんまりね、これ豆板醤言っても辛いのと同時に塩気もあるんで、これ後ほど札幌一番塩ラーメンの粉末入れるので、ここであんまり入れるとちょっと塩辛すぎるんでね、だから札幌一番塩ラーメンの粉末と豆板醤の塩気があるっていうのを計算に入れた量にしたいですね。ほんで、この札幌一番塩ラーメンの粉末を入れる前に水ですね、大体なんかコップ1杯ぐらいでいいかなと思います。ちなみに今回汁なしっぽい感じでやるので、コップ1杯ぐらいでいいかなと。で、粉末、大体半分弱ぐらいで、いいかな、40% ぐらいでいいかなって感じですね。十分味がつきます。これ粉末使うといいのは、もう粉末がもう完全にもう味が出来上がってるんで、他の調味料をね入れなくてもね、ちゃんと味が決まるっていうのが、これがいいですよね。便利なところですよね。はい、結構今スープ多いですけど、この後片栗粉を入れて、だんだんこうドロッとさせていきますので、これ煮詰めていきますね。で煮詰めていくとね、あれなんですよ、ナスがいい感じにほぐれてきおりますんで、はい、でその間にお湯沸かして、こっちの中華鍋の方がいい感じに仕上がったなぐらいで麺を湯がくっていう、この段取りだけね、段取りだけ間違えずにいきたいところです。麺茹で上がったのにこっちができてないとかなったらね、麺がふやけてしまうんで、ちょっと味見でもしますかね。はい、いい感じですね。後ろにいる猫の置物、ちょっと気になりますよね。はい、いつもの乾麺、これアメトーークでもらった天下一品の8、はい、こんな感じですね。さっさっとこう手際よくさっさっといきたいんでね。でもう一回火を入れて、さっきはね、もうあんまり煮詰まったらあかんから一回火を止めてましたけども、もう一回火にかけて、で片栗粉、これがね、水に溶かなくてもいいタイプの片栗粉なんで、これめっちゃ便利です。液体にぶち込んだらいい感じのとろみがついてくれるんで、これでしっかり加熱していきます。加熱しながらだんだんとろみがついてくるんで、あと片栗粉のね、粉がちゃんと全体に行き渡るように、ダマにならないようにね、この片栗粉あんまりダマにならないですけど、ほらだんだんね、とろみがついてきます、ね、ちゃんとゆっくりとろみをつけていく。これあんまり強火でやるとね、言っても
ね、片栗粉で粘度が高まってるんで焦げついたりするので、弱火ぐらいでゆっくりゆっくり火を入れて、ゆっくりゆっくりドロッとさせていくっていう感じがいいかなと思います。この作業、独身の頃から本当によくやりましたよね。めちゃくちゃほぐすやんと思ってますか？めちゃくちゃほぐします。はい、これで茹で上がったら麺を鉢に移して、はい、ざるでパッと湯切りしたら楽なんですけどね、まあ箸でもできんことはないので、あんまりできるだけお湯が入らんような感じで麺をこっちに移していくと。ほんで中華鍋のこれ具をですね、あんと言ってもいいかもわからない。これをかけまして、この中華パン本当に使いやすいんで、ぜひとも皆さんちょっとご購入考えてみてください。マジで一人暮らしとかにめっちゃちょうどいいですね。キャンプとかにも持っていきやすいし。はい。でパクチーですね。完成いたしました。札幌一番塩ラーメン担々アレンジ、簡単担々アレンジいただきましょう。これ結構よく混ぜた方がいいですね。うん、よく混ぜましょう。もうぐっちゃぐちゃにしてね、汗かきながら食べていただきたいと思います。ほらこんな感じで、これうまいですよ本当に。夏のね、昼ご飯パッと食べたい時に最適です。で案外簡単にできますから、ひき肉と豆板醤と甜麺醤さえあれば結構簡単にできます。これ野菜はナスじゃなくても他のもんでも全然ね、大体何でもいけますし、別に白菜でもいいし、なんならキャベツとかでも、まあキャベツはあんま合わへんか、白菜とかチンゲン菜とかね、全然いろんな野菜でも合いますのでね。まあでもナスがいい感じに油吸って美味しいですけどね。パクチーリーフってやつ買ってるので、もうバサバサね、追いパクしながら食べていきます。はい、猫やってきましたね。来ますよね、猫ね。L ですね。L がやってきました。うちの猫たちもね、今年11歳になりまして、こいつらがまた2ヶ月3ヶ月かなぐらいの頃から一緒に暮らしてますんで、もう本当に10年超えました。えらいもんですよね。すっかり大人になりましたよ。猫らしくなりましたよ本当にね。だいたいこの L の方が本当にね、食い意地張ってるんですよね。なんかパッと見なんかすごいシュッとしておしとやかな感じに見えるじゃないですか。こいつの方が食い意地張ってまして、なんか飯くれとか言い出したらもう聞かないですね。ずーっとカリカリ私の腕とかにしがみついてきますんで。ミコ、もう一匹のミコの方が割とね、もうご飯今はないんだなと思ったらスーッと諦めたりするんですけどね。L は諦めないですね。まあこの日もね、一応エアコンは、まあ猫がいるんでね、特にエアコンはしっかりねかけてるんですよ。まあ、猫が過ごしやすい、まあ、完全に猫仕様です。猫が過ごしやすいような、だいたい僕28度ぐらいでうっすらエアコンかけて、かわいい、こっち見た、かわいいですね。うっすらエアコンかけて過ごしてるんですけど、エアコンつけててもね結構暑いんでね。で特に僕は顔面にご飯を食べると無条件に顔面に汗をかくので、こういうピリ辛のもんとかやと特に汗かきますからね。パクチーが合うよね。本当にパクチーというこのアクセント素晴らしいですね。まあ本当に一人暮らしの男の昼飯って感じですよね、この感じね。
結構ねこういう食べる動画やってるとおい得意水飲んでへんやんっていうコメントがちらほらありまして、確かにそう言うたら俺ご飯の時あんまり水とかお茶とかその食べてる最中はあんま飲んでないなっていうのに気づきました。テーブルに落ちて食いました。そう気づいてね、全部食べて最後にお茶飲むみたいな、そんな感じが多かったです。皆さんそんな食べながら飲んでるんですかね、バランスよく。そういうもんなのか。先ほどの23センチの、小さめの中華鍋、あれもうすぐもう7月の前半には売り出せるかなと思いますので、1人分2人分作るのに最適ですし、ちっちゃいから女性にもね、28センチの中華パンやと多少重みがやっぱりあるので女性にはちょっと重いかなって感じはするんですけど、この23センチサイズならね割と女性もかなり扱いやすいんじゃないかなと思うし、キャンプで持っていくのもとても持ち運びやすいのでなかなかいいと思います。このサイズも結構ね何センチにしようかなっていうのはかなり迷ったんですけどね。かわいいね猫ね。キヨルンと担々麺なんて食われへんっていうのにキヨんねんけどね。あと最近猫が映ってないから猫出せっていうご意見が多いので、一応猫の写真を載っけておきます。私が自宅で撮った猫の写真集です。これ朝の L ですね。朝の光を浴びる L。夜中の部屋で佇む巫女。モノトーンの L。こいつモノトーン似合います。かわいい。かわいいですね。何を見てんのか。こういうね、澄ました L もいいですね。寝る巫女。寝る L。白い紐は大好きなおもちゃです。ゴム紐が大好きなんですよね。はい、というわけで汗だくになりながら札幌一番塩ラーメン簡単担々アレンジいただきました。ラストに水を一気に飲むか、一気に飲むのか、一気に飲んだ。ごちそうさまでした。ガン決まり。